食べ物まるっと研究所です。今回は栗の体への影響についてお話しします。栗は秋の味覚の一つで、栗ご飯や甘露煮などホクホクとして美味しいですよね。そんな栗にはあまり知られていない驚くべき健康効果が9つあります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、栗で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは栗の健康効果からいってみましょう。栗の健康効果1つ目はアンチエイジングです。不健康な食事、ストレスなどで体内で過剰に発生した活性酸素は細胞や組織にダメージを与えて老化を進めてしまいます。栗にはそんな活性酸素を抑制するビタミン C やビタミン E、タンニンなどの抗酸化物質が含まれています。これらの抗酸化物質は活性酸素を除去、働きを抑制してくれるので、細胞や組織を若々しく保つことができるんですね。タンニンは栗の渋皮に含まれているので、渋皮を剥かずに茹でる渋皮煮もおすすめです。イタリア・ミラノ大学の研究者の論文でも、栗のタンニン抽出物は抗酸化能力を示したと結果が出ています。栗の健康効果2つ目は高血圧の予防です。高血圧は様々な疾患の原因になり、脳梗塞や脳出血など命に関わる疾患につながることもあります。なので血圧を正常範囲内に保つことは健康に過ごす上でとても大切なんですね。栗には高血圧を予防するカリウムが豊富に含まれています。カリウムは体内の余分な塩分であるナトリウムを体外に排出してくれます。また体内の水分量の調節もすることで血圧を調節してくれるんですね。イタリア・モデナレッジョ・エミリア大学の研究者が複数の研究を調査したメタアナリシスでも、より低い血圧レベルを達成するには適切なカリウム摂取が望ましいと結論付けています。栗の健康効果3つ目はストレスの緩和です。美味しい栗を食べてストレスを軽減できる可能性があります。栗に含まれるビタミン C はストレスに対抗するホルモンであるコルチゾールの生成を促してストレスへの抵抗力を強めてくれます。慶應義塾大学の研究者の論文でもビタミン C 摂取が精神疾患の予防に貢献できる可能性を見出したとしています。またビタミン B1 が不足すると脳の働きが悪くなり、イライラなどの精神的な症状が出てきますが、栗にはビタミン B1 も含まれています。そしてさらに、栗に含まれているマグネシウムは幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を促すので、ストレスを和らげたり、不安感を軽減する効果が期待できるんですね。国立国際医療研究センターの論文でも、マグネシウムの摂取量が最も多いグループでは、最も少ないグループに比べて抑うつ症状が発生する比率が37% 低いという結果が出ています。栗の健康効果4つ目は美肌効果です。栗には美容効果が期待できる成分が複数含まれています。1つ目はビタミン C です。ビタミン C はシミの原因であるメラニンの生成を抑えてくれます。また皮膚の張りや弾力を保つために必要なコラーゲンの生成を促す働きもあります。タイ・マヒドン大学で行われた研究でも、ビタミン C は紫外線の刺激によって作られるメラニンを防ぐことができると結論を出しています。2つ目は栗に含まれているビタミン B6 です。ビタミン B6 は食事などで取り込んだタンパク質の合成をサポートをする役割を持っています。皮膚や髪の毛を美しく丈夫に保つことができるんです。3つ目は栗に含まれているビタミン B1 です。ビタミン B1 は肌の代謝を促すターンオーバーを活性化するので、肌のくすみを予防して透明感のある肌を保つことができます。栗に含まれるビタミン類が美肌作りをサポートしてくれるというわけですね。栗の健康効果5つ目は免疫力アップです。栗には免疫力を高めるビタミン C が含まれていて、ウイルスに感染した細胞などを排除するナチュラルキラー細胞を活性化させたり、免疫に関わるリンパ球を増殖する効果が期待できます。またビタミン C は熱に弱い性質を持ちますが、栗のビタミン C はでんぷんに守られているので熱で壊れにくく、茹でたり蒸しても
効果的にビタミン C が取れる特徴があります。スイスバイエルコンシューマーケア株式会社の論文でも、ビタミン C の補給はナチュラルキラー細胞の活性、リンパ球の増殖など、ヒト免疫系の成分を改善することが分かったと発表しています。栗の健康効果6つ目は整腸作用です。栗には食物繊維が含まれていて、善玉菌の餌となり、腸内環境を改善する効果が期待できます。食物繊維には水に溶けやすい水溶性と溶けにくい不溶性がありますが、栗に多く含まれているのは不溶性食物繊維です。この不溶性食物繊維は腸内で水分を吸って膨らみ、便の傘を増やします。また腸を刺激することで蠕動運動を活発にして便通を促進してくれます。便秘が解消されることで腸内環境が整っていくんですね。ノルウェーメトロポリタン大学の研究者が様々な論文を調査したレビューでも、食物繊維の摂取後に乳酸菌、ビフィズス菌などが優位に増加すると結論付けています。栗の健康効果7つ目は疲労回復です。秋になり過ごしやすい気候になってきましたよね。でもそんな季節の変わり目は疲労がたまりやすくなってしまうんです。そんな疲労を旬の食べ物である栗で回復できる可能性があります。栗には糖質をエネルギーに変えるときになくてはならないビタミン B1 が豊富に含まれていて、ビタミン B1 を摂るとエネルギーがスムーズに作られて疲労回復効果が期待できるんですね。韓国の教員女子大学の論文でも、ビタミン B1 摂取は疲労を予防し、抗疲労にプラスの効果があると結論を出しています。栗の健康効果8つ目は二日酔い予防です。栗の渋皮に含まれるタンニンはアルコールを分解する作用を持っていて、二日酔い予防に効果を発揮します。また栗に含まれるビタミン C もアルコールの分解をサポートしてくれる働きを持つので、タンニンとビタミン C 両方の作用でアルコールの分解を助けてくれるんです。お酒を飲む前、おつまみに栗を食べると二日酔いを予防できる可能性があります。アメリカ南フロリダ大学で行われた研究でも、ビタミン C サプリメントの投与によってアルコールの分解が大幅に向上したと結果が出ています。栗の健康効果9つ目はがんの予防です。栗にはがん予防に関わる様々な成分が含まれています。まずはタンニンとビタミン C です。不健康な食事や過度なストレスなどが原因で体内に活性酸素が増えすぎると、細胞がダメージを受けてがんが発生しやすくなります。そんな活性酸素を栗に含まれるタンニンやビタミン C が抑制してくれる可能性があります。またビタミン C は免疫力を強化する効果も期待できるので、がんに対抗する力をサポートしてくれます。アメリカ・ニューヨーク大学の研究者の論文でも、ビタミン C が豊富な食事を維持することは、がんの進行を予防または抑制するのに役立つ可能性があると結論付けています。このように栗には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな栗を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。栗を食べ過ぎるデメリット1つ目は肥満の原因になるです。茹でた栗は 100g あたり152キロカロリーあって、大きめの栗1粒はおよそ36キロカロリーです。なので栗を5粒食べるとご飯茶碗小盛り程度のカロリーとなってしまいます。思ったよりもカロリーが高めです。またおやつでつまみやすい甘栗はさらに高カロリーなので、食べ過ぎるとカロリー、糖質オーバーとなり太る原因になってしまいます。栗を食べ過ぎるデメリット2つ目は便秘、下痢です。栗には不溶性食物繊維が含まれていて、便の傘を増やし便秘解消に役立ちます。ただ食べ過ぎると逆に便が硬くなってしまって便秘になることも。また食物繊維によって下痢を起こしやすい体質の人もいるので注意が必要です。お腹の調子を確認しながら摂取していきたいですね。栗を食べ過ぎるデメリット3つ目はアレルギーの可能性です。栗を食べることでアレルギーを起こす可能性があります。また栗は天然のゴムであるラテックスと似た成分を持つので、ラテックスアレルギーがあると栗にも反応してしまうことがあります。栗を食べてかゆみが出たり、じんましんが出たり、口の中に違和感が出たり、そんな症状が出た場合はアレルギーの可能性があります。
このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは栗の適正量はどのくらいなのか。農林水産省は果物の摂取を1日 200g と推奨しています。栗も果物に分類されるので1日 200g 程度10粒の摂取が目安となります。また栗菓子の専門店も栗は1日10粒まで約 200g 程度を目安としています。適正量を守って最大限効果を引き出していきたいですね。次に栗の健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。まずは栗の選び方を簡単にお話しします。栗を食べるからには美味しくて甘いものを選びたいですよね。栗は皮の色が濃く、ツヤ、張りがあって丸みがあるものを選びます。鬼皮にシワがあったり平べったいものは熟していない可能性があります。そしてずっしり重いものを選んでいきます。収穫から時間が経っている栗はツヤがなく水分が抜けて軽くなり甘みも薄くなっています。このようなポイントで選んでいくと美味しい栗を見分けることができます。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント一つ目は渋皮も食べたいです。栗の渋皮は剥いて食べることがほとんどですよね。でもこの渋皮の部分にタンニンが豊富に含まれているんです。タンニンの健康効果を得たい場合は渋皮もそのまま食べるのがおすすめです。外側の鬼皮だけ剥き、渋皮煮にしてしまうのがいいですね。食べ方のポイント2つ目は天日干しで甘くなるです。栗は収穫してすぐに食べても甘くて美味しいですが、半日から1日天日干しすることでより甘みが増します。鬼皮についている汚れを拭き取り、広げて天日干しするだけです。収穫したばかりの栗は水分が多いので、天日干しすることで水分が抜けて糖化が進み甘みが凝縮されます。食べ方のポイント3つ目は電子レンジはダメです。栗の下処理は手間がかかるので電子レンジで簡単にできないかなとも思いますよね。でも皮付きのまま電子レンジを使うと栗が破裂します。電子レンジを使うのであれば生栗の状態で鬼皮を剥き、渋皮がついた状態で水につけて加熱するといいです。食べ方のポイント4つ目は虫食いに注意です。栗は虫食いにも注意が必要です。栗は表面を見るだけでも虫食い栗を選別することができるんです。栗に小さい穴が開いている、表面が白っぽい、底の座部分が白い、もしくは黒くなっている、水につけていると浮いてくる、これは虫食いの可能性があります。下処理の前によく選別し取り出しておくことがおすすめです。次に栗のおすすめの食べ方をお話しします。栗は手を加えることでさらに美味しく食べることができます。栗のおすすめの食べ方一つ目は茹で栗、蒸し栗です。茹で栗、蒸し栗はシンプルながら栗の甘さや風味をそのまま味わうことができます。柔らかくしっとりした食感なら茹で栗、ホクホクした食感を楽しみたいなら蒸し栗がおすすめです。茹で栗、蒸し栗は他の料理にも使えるので、収穫したらとりあえず茹でたり蒸したりして下処理をしておくといいですね。皮ごと茹でる場合は塩を入れたお湯で弱火で1時間ほど、皮を剥いた後なら弱火で45分ほど茹でて粗熱が取れたら出来上がりです。蒸し栗は蒸し器に入れて弱火で50分ほど蒸します。途中でお湯の量を確認して少なくなっているようなら足しながら蒸し上げます。茹でるのも蒸すのも時間がかかりますが、その分美味しい栗が出来上がります。栗のおすすめの食べ方2つ目は栗ご飯です。栗といえば栗ご飯という人も多いですよね。秋の定番メニューでホクホクとした栗の甘みが美味しいです。栗は生栗を使います。皮を剥くのが大変ですが、ここは頑張ります。皮ごと熱湯につけておくと柔らかくなって剥きやすくなります。鬼皮、渋皮ともに剥けたら、米、調味料とともに炊き上げます。もち米で炊いて栗をこにしても美味しいですね。栗のおすすめの食べ方3つ目は渋皮煮です。栗の渋皮がついた状態で砂糖で煮る渋皮煮。作るのに手間がかかりますが、上品な甘さでお茶受けにもぴったりです。渋皮に含まれる栄養素もしっかり取れるのが嬉しいですね。鬼皮を柔らかくしてから剥いて茹でていきます。渋皮煮なので渋皮はそのままで大丈夫です。
茹でる際、重曹を加えて渋皮の汚れを取っていきます。15分ほど茹でた後、2、3回茹でて洗うを繰り返します。重曹は最初の1回のみで大丈夫です。洗う際、栗の底部分と表面の薄皮をこすりながら落として、栗をきれいにしていきます。これをすることで出来上がりが美しくなります。栗がきれいになったら、三温糖と水を加えて、落とし蓋をして弱火で20分煮ていきます。一晩置いて再び火にかけ、煮汁の味を見ながら三温糖を加えます。さっと沸騰させたらブランデーを加えて火を止め、粗熱を取ります。栗を取り出してから煮汁を約半量になるまで煮詰めます。最後に少量のブランデーを加え、栗に回しかけたら出来上がりです。今回は栗の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい栗を適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。